この動画はアナログデバイスズの提供でお送りします。アナログデバイスズっていう会社があるんですけど、なんかそこから荷物が送られてきました。ちょっと開封してみようと思います。アナログデバイスズを知らない人のために一応説明しておきますけど、アナログ IC とかを作っているアメリカの会社ですね。結構大きい会社だと思います。そんな会社からなんか荷物が届いたわけですね。よし、なんかいろいろ入ってますね。なんだろうね、これ。なんか書類が入ってましたね。何でしょうこれは。中の書類を見てみると、ここにオリジナルクラス D アンプ組み立て説明書と書いてあるので、オーディオアンプが送られてきたみたいです。まず中身何入ってるか見ていきます。なんかプチプチにくるまれたやつで、これは回路基板が入ってます。これが DQ アンプの基板本体ですね。裏面のところにアナログデバイスって書いてあります。で、他にはちょっとしたなんか部品みたいのが入ってますね。これは電解コンデンサーですね。金色のやつなんで、これ多分オーディオ用の電解コンデンサーですね。で、この茶色の部品がありますけど、これはポリスイッチです。で、他には、電源用の DC ジャックかな。で、あとオーディオ用の3極のジャックと、あとはこれは多分スピーカー用の端子ですね。そんなのが入ってます。で、あとはこちらの AC アダプターが入ってますね。電源ですね。これはかなり大きめの AC アダプターが入ってましたので、こちらのオーディオアンプもかなりハイパワーなものではないかと思います。ということで、早速これをですね、ハンダ付けして組み立てていきます。基本的にこの説明書を見ながらハンダ付けすればいいんですけど、特に難しいハンダ付けはないですね。チップ部品とかもなくて、全部こういった大きい部品をハンダ付けするだけです。次は100マイクロファード 50V のオーディオ用の電解コンデンサーです。で、これは多分直流カット用の電解コンデンサーかな。一応ね、極性は間違えないようにしておきたいと思います。次に取り付ける部品、これはポリスイッチです。動作としてはヒューズっぽい動作をします。ただヒューズと違って切れはしません。電流が流れて温度が高くなると、抵抗値が高くなって電流が流れなくなるような、そういった部品です。これをですね、この DC ジャックの部品のところに取り付けます。ヒューズ代わりですね。最後はこのスピーカーを取り付けるバナナジャックというんでしょうか。それをですね、ここに基板のところに4つ穴ぼこが開いてるんですけど、そこに取り付ければ完成です。完成しました。なんかかっこいいですね。こんな感じで見えますか？ハンダ付けする箇所は1、2、3、4、5箇所しかないんで、結構簡単に作れる試作品でしたね。この回路基板はこの動画の撮影時点ではまだ試作品なので、世界に数台しかないような基板になっています。いいですね。ハンダ付けしている時に気づいたんですけど、この部分見えますか？回路設計が間違えてるみたいで、後から修正されていました。プロでも意外とこういう間違いはあるもんなんですね。ただこれについては試作品なので、正直間違えてでもね、後で修正はできるんで、ハンダ付けも終わったので、早速ね、音を鳴らしていきましょう。適当なスピーカーを2つ用意します。こちらのスピーカーにアンプを接続して実際に音を鳴らします。で、適当な音源を用意して、で、音量はね、0から始めます。いきなり音量を最大にすると耳がおかしくなるんで。おかしい。なりませんね。これですね。電源を接続し忘れてましたね。
このアンプ相当な音量が出ますね。すごいうるさかったですし、あとデータシートを見ると 31W って書いてあるんで、それはうるさいはずですよ。スピーカーもなんか音割れしてましたしね。ちなみにこれが実際にさっき聴きたかった音楽です。もうこれでかなり音量がうるさいですね。一般家庭で使うにはもう十分すぎる音量と、パワーを持つアンプです。このアンプは D 級アンプが使われています。オーディオアンプの種類には A 級、B 級、AB 級、あと D 級、だいたい4種類ぐらいあります。で、AB 級は A 級と B 級アンプを組み合わせたものです。で、今回のオーディオアンプは D 級アンプです。D 級アンプは A 級アンプとか B 級アンプとか他のアンプに比べて効率がいいことが特徴です。なので D 級アンプはヒートシンクとかはなくても放熱が間に合います。発熱が少なくて効率も高いので大音量の用途に適しています。そういった特徴が D 級アンプにはあります。この回路上にはいろいろ IC 部品があります。これとか、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 あとこれですね。で、これが D 級アンプです。アンプは瞬間的に電力を多く消費する場面もあるので、すぐ近くに電解コンデンサーが置いてあります。これが D 級アンプの回路です。ちょうどこの部分に MOSFET が4つあります。MOSFET をそれぞれ4つこのように接続して、この部分に直流電源を接続します。直流電源というのは先ほど接続したこの AC アダプターのことです。D 級アンプのちょうどこの部分にスピーカーを接続します。このスピーカーの音を鳴らすために MOSFET を4つそれぞれスイッチングさせます。こちらの回路図を使って説明してもいいんですけど、ちょっと分かりにくくなってしまいます。なのでこちらのブレッドボードと LED、あと押しボタンスイッチを使って説明します。まずはじめに回路を作るためブレッドボードに配線を差し込みます。押しボタンスイッチが4つありますが、これが MOSFET に対応します。MOSFET というのは簡単に言うとスイッチのことです。スピーカーの代わりに抵抗と LED を接続します。最後に直流電源を取り付ければ完成です。こんな感じで回路を作りました。で、このピンク色の押しボタンスイッチが、先ほど見てもらった、このですね、ホワイトボードの MOSFET の部分に相当します。MOSFET を4つ使うんですけども、今回はそれをこの押しボタンスイッチにしてます。このスピーカーのところは今回光るように LED を使いました。MOSFET の代わりにボタンスイッチを使っていましたが、ちょっと試してみましょう。まず斜めのスイッチのペアを押します。このスイッチは1つだけ押しても、実は動作しません。この斜めのスイッチ2つペアで同時で押すと、はい、こんな感じで赤色の LED が光りました。これ赤色の LED が光っているので、今プラスの電圧が出ていることになります。次にマイナスの電圧を出す場合どうするかというと、先ほどとは逆のペアとなるスイッチを押します。反対側のここを押します。そうすると青色の LED が光っているので、今マイナスの電圧が出ていることになります。次に 0V の電圧を出したい場合があるんですけど、その場合はこういうふうに何も押してないと、基本的に LED にかかる電圧は 0V なんですけども、普通はそういうふうなことはやらないで、この上下2つのスイッチを押します。この2つのスイッチを押すと 0V の電圧が出てきます。このスイッチを押すとプラスの電圧、このスイッチを押すとマイナスの電圧、そしてこの2つのスイッチを押すと 0V の電圧が出てきます。では縦のスイッチを2つ同時に押すとどうなるかというと、実はこれやってはいけません。ちょっとここで試してみますか。爆発するとまでは言いませんけど、ちょっと煙が出るくらいまでは爆発、煙出るくらいかなと思ったんですけど、破裂しちゃいましたね。ちなみに波形を見てみるとこんな感じです。今電圧が 0V なんですけど、何もスイッチを押してません。今スイッチを何も押してませんけど 0V でちょっとギザギザした波形が出てるんですね。これだと良くないので、実際にはこの下2つのスイッチを押して、0V の電圧を出します。それか上2つどちらかですね。同時押しはダメです。このようにスイッチングというのをやるわけです。スピーカーから音を出すために人力でスイッチを押すなんてことはしないで、
さっきのホワイトボードで説明した MOSFET を使います。DQ アンプで音を出す場合、PWM という技術が使われています。これはパルス幅変調と呼ばれるものです。ちなみにちょっと補足なんですけど、この端子のことをゲート端子と呼びます。このゲート端子に電圧を加えると、この MOSFET が導通する、つまり電流を通すことができる状態になります。何か出したい波形があったとしましょう。例えばこういう波形にします。次に搬送波と呼ばれるものを書いていきます。これはキャリア信号とかそういうふうに言ったりもします。搬送波の種類にはいろいろあるんですけども、こういうふうな三角形の波を書いていきます。この赤色の波形は音声の波形です。つまりスピーカーから出したい波形です。この青色の三角形の波形は搬送波です。音声の波形よりかなり高い周波数を持っています。だいたい数百 kHz くらいの周波数です。PWM では赤色の波形と青色の波形を比較します。この赤色の波形が青色の波形より大きい時にスピーカーに電圧を出力するように MOSFET をスイッチングします。例えばこの区間では赤色の波形の方が大きいので、こういった電圧をアンプから出してあげます。次に波形が交差する区間では赤色の波形の方が小さいので電圧は出しません。で、これをどんどん繰り返していきます。この音声信号によって出てくるパルス信号の幅が変わります。これがパルス幅変調です。この信号をどこに加えるかというと、左上の MOSFET に加えます。MOSFET のゲートにプラスの電圧を加えると導通すると言いましたが、それと同じです。この電圧が出ている区間は左上のスイッチを押します。逆に電圧が出ていない期間というのは、何もしない状態です。この左下のスイッチにはどういった電圧を加えるかというと、この電圧をですね、0と1を反転させた電圧を加えます。なので、左上のスイッチを押しているときは、左下のスイッチは押していない状態ですし、左下のスイッチを押しているときには、左上のスイッチは押していない状態です。なので、こういった状態を交互に繰り返していきます。同時に押すことはないので、先ほどのようにスイッチが壊れるといったこともありません。じゃあこの右側のスイッチにどういった電圧を加えますかっていう話なんですけど、それは音声信号を反転した時の PWM 波形を加えます。先ほどの赤色の波形の時と同じようにこの三角波と比較していきます。比較した結果、このようにパルス波形が出てきます。で、そのパルス波形を今度は右上のスイッチに加えればいいわけです。で、右下のスイッチには右上のスイッチとは反転した波形を加えます。なので、こういう風にスイッチを押していけばいいわけです。結果として DQ アンプに接続されたスピーカーにはこのような電圧が加わります。実際にアンプの出力波形を見てみます。今スピーカーにアンプを接続していますが、何も音は出していない状態です。この波形をちょっとずつ拡大していくと、こんな波形が出てきますね。この波形が加わっているんですけども、音は出ていません。周波数特性の問題ですね。この電圧が加わっているわけですけども、周波数成分が高すぎて、この振動板を震えさせるだけでも電流が流れないといった状態です。あと人間の耳にもこういう高い周波数の音は聞こえないですし、あとスピーカーもこういった高い周波数には反応しません。ちょっと分かりやすいようにこのスピーカーを 10Hz で振動させてみます。こんな感じでオシロスコープから割と分かりやすい波形を出そうとしてスピーカーをつなぐとだいぶ爆音になってしまうんですね。なのでスピーカーはつながないで測定してます。この波形を拡大していくとこんな感じでたくさんの細かいパルスが集まっています。結果的にどういう音が出るかというと、こういったこの制限波の音が出てくるわけですね。ローパスフィルターを通すとよくわかると思います。ローパスフィルターを通すとこんな感じ。ただのパルスの集まりだと思ったんですが、フィルターを通すとこういう風に制限波の信号を取り出せます。これ本当に PWM か？違うよな。アンプのデータシートを見ていたんですけど、これ PWM 変調じゃなくてデルタシグマ変調というのをしていました。PWM 変調とは少し違います。このアンプはデルタシグマ変調といってパルスの密度を変えて
変調する方式ですね。 PWM の場合は最小のパルス幅っていうのは特に決まっていないんですけど、デルタシグマ変調の場合は最小のパルス幅が決まっていて、でそのパルス幅をいくつ連続で出力するかみたいな、そういうふうな決め方で、電圧を変えているわけです。なので少し説明が違いましたね。正しくは PWM 変調ではなくて、このアンプの場合はデルタシグマ変調を使っています。ということで今日はアナログデバイスの DQ アンプを紹介するというか、使ってみるっていう動画でした。DQ アンプの大体の動作原理については分かっていただけたかと思います。今回のこの DQ アンプ、中の人にキット化するんですかって聞いたんですけど、多分キット化するみたいなことを言ってました。でもしキット化するようなら概要欄の方にリンク貼っておきますんで、そっちの方を確認してください。多分 Twitter の方でも告知すると思います。ちなみに今回1名の方にこちらの基板プレゼントしたいと思います。もし興味ある人は Twitter の方を確認してください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。これだとちょっと分かりにくいな。半走波の周波数をもっと高く